こんにちは、現役教官です。今日勉強するのは第1段階の項目13、運転免許制度、交通反則通告制度、この項目について勉強していきたいと思います。今回は複雑でちょっとややこしい免許制度について誰でもわかるように解説していきたいと思いますので、ぜひご覧ください。それでは早速ですが皆さんに質問です。この車の中で普通免許で運転できるのはどの車でしょうか？ぜひ動画を一度止めて考えてみてください。どうでしょう？わかりますかね？答えはこのようになります。皆さんどうでした？正解できた方は素晴らしいですね。これも運転できるのってびっくりした人もいるんじゃないでしょうか。そうなんです。普通免許だけで見ても運転免許の内容ってちょっと複雑なんですね。それを十分に理解せずに運転してしまうと、知らず知らずのうちに違反をしてしまい、処分を受けてしまうという可能性も十分あり得ます。でもこの動画を見終わった頃には友達に免許制度ってのはね、なんて得意げに話せるくらい詳しくなっていると思います。免許を持つなら免許制度について知ることはとても大切なことなので、ぜひご覧ください。また動画の最後には学科試験でよく出る要注意な問題もまとめてありますので、学科試験対策としても要チェックです。それでは早速いきましょう。ではまず運転免許に関してですが、道路交通法にはこのように記載があります。道路交通法第84条1項、自動車及び原動機付き自転車を運転しようとする者は公安委員会の運転免許を受けなければならない。運転免許証は視力検査などの適正検査を受け、学科や技能の試験を合格した安全に運転ができると認められたものにのみ発行されます。免許を受けずに運転してしまうと、無免許運転という違反となり、厳しい罰を受けることになります。無免許運転は死亡事故などの重大な事故を起こす事例も多いため、違反の中でも特に厳しい取り締まりが行われています。また、次の条件で運転した時の場合は、すべて無免許運転として罰せられます。1、免許証を受けないで運転したとき。2、有効期間の過ぎた免許証で運転したとき。3、免許証の取り消しを受けた後で運転したとき。4、免許の停止・仮停止期間中に運転したとき。5、試験に合格した後、免許証の交付を受ける前に運転したとき。6、その免許では運転できない車を運転したとき。以上の条件にあるときは絶対に運転をしないようにしましょう。では、こういったケースはどうでしょうか。すいません。ただいま検問中でして、免許証の提示をお願いします。はいはい。免許証ですね。免許証はいつも財布に入れてまして、その財布はカバンに入れてまして、そのカバンは家に忘れましたから、ない。こういうケースですね。免許証自体は取得しているが、携帯していないという時です。この場合は無免許運転ではなく、免許証不携帯という別の違反となります。免許証は運転するときは必ず携帯しておかないといけないんですね。免許証を紛失した場合もそのまま運転してしまうと同じく不携帯になってしまうので、もし免許証を紛失してしまったときには、住所地管轄の警察署に紛失届を出して再交付手続きをし、免許証が手元に戻ってきてから運転するようにしましょう。次は運転免許の区分についてです。運転免許は大きく分けて第1種運転免許、第2種運転免許、仮運転免許の3種類に区分されています。第1種運転免許とは、自動車や原付を運転するのに必要な免許。皆さんが取得するいわゆる一般的な運転免許と呼ばれる免許です。第2種運転免許は、タクシーや路線バスなどのお客さんを乗せる旅客運送のため運転するのに必要な免許です。仮運転免許は、練習や試験で路上を走るのに必要な免許です。それぞれの違いを覚えておきましょう。ここで一つ注意してほしいのがこのケースです。タクシーですが、回送中ですね。回送中とは、訳あってお客さんを乗せる営業運転をしない状態を言います。この場合は旅客運送を目的としていないので、なんと第一種運転免許で運転することができます。回送中であれば、タクシーやバスなども第一種運転免許で運転できると覚えておきましょう。次は第一種運転免許の種類です。第一種運転免許は全部でこれだけの種類があります。それぞれの免許によって運転できる自動車や原付は表の通りです。大型免許を取得すると、大型自動車はもちろん、中型自動車、準中型自動車、普通自動車などの大型以下の四輪車と小型特殊自動車、原付が運転できるようになります。小型特殊自動車と原付はこのように免許を取得すると付随して運転できるようになることがあります。普通免許を取得すると、普通自動車と小型特殊自動車、原付が運転できるようになります。大型特殊免許を取得すると、大型特殊自動車と小型特殊自動車、原付が運転できるようになります。小型特殊免許を取得すると、小型特殊自動車だけ、
原付免許を取得すると原付だけ運転できるようになります。学科試験でよく出る問題で、大型特殊免許を取得すると普通自動車が運転できるようになるという問題がありますが、その場合の答えは×になります。大型特殊免許は取得しても特殊な自動車と原付しか運転できません。それぞれの免許で運転できる車の違いに気をつけましょう。次に自動車などの種類です。免許の種類は先ほどの表の通りですが、次は自動車の種類の区分分けを勉強します。自分の免許で運転できる自動車の種類は確実に覚えておきましょう。まずは大型自動車。車両総重量1万1000キロ以上、最大積載量6500キロ以上、乗車定員30人以上の自動車になります。次に中型自動車。車両総重量7500キロ以上から1万1000キロ未満、最大積載量4500キロ以上から6500キロ未満、乗車定員11人以上から29人以下の自動車になります。次に準中型自動車。車両総重量3500キロ以上から7500キロ未満、最大積載量2000キロ以上から4500キロ未満、乗車定員10人以下の自動車になります。次に普通自動車。車両総重量3500キロ未満、最大積載量2000キロ未満、乗車定員10人以下の自動車になります。また、普段軽自動車と呼ばれるエンジンの総排気量が 50cc を超え 660cc 以下の自動車や三輪の普通自動車、ミニカーも普通自動車に分類されます。次に大型自動二輪車。エンジンの総排気量が 400cc を超える二輪の自動車。次に普通自動二輪車。エンジンの総排気量が 50cc を超え 400cc 以下の二輪の自動車。最後に原動機付き自転車。エンジンの総排気量が 50cc 以下または定格出力が 0.6kW 以下の二輪のものなど、特に普通自動車の区分や大型自動二輪車と普通自動二輪車の総排気量の違いはよく試験に出るので覚えておきましょう。次に牽引免許についてです。牽引とは大きな力で物体を引っ張ることを言いますが、この車のように牽引するための構造と装置を備えた車を牽引自動車と言います。牽引自動車を運転するためには、その牽引する自動車の免許と牽引免許が原則必要になります。しかし次の場合は例外として牽引免許がなくても牽引することができます。1、車の総重量が750キロ以下の車を牽引するとき。2、故障車をロープ、クレーンなどで牽引するとき。牽引免許が必要な場合と不要な場合の違いに注意しましょう。次に仮免許についてです。運転免許には仮免許という道路での運転練習や試験、検定を受けるために必要な仮の免許があります。仮免許はまだ仮の免許ですから、一人で自由に運転してはいけません。仮免許を受けて道路で運転練習をするときは仮免許証を携帯し、次の点に注意しましょう。1、指定教習所の教習指導員、またはその車を運転できる第1種免許を3年以上受けている人、またはその車を運転できる第2種免許を受けている人を運転席の横に乗せて、その指導を受けながら運転すること。2、車の前と後ろの定められた位置に仮免許練習標識をつけること。3、仮免許の有効期間に気をつけること。仮免許で運転するときは以上のことに気をつけて、危険ですので絶対に一人で運転はしないでください。もしそのような運転をしてしまうと仮免許運転違反となり処分を受けることになります。次に運転免許証の更新などについての注意点です。運転免許証は記載事項に間違いがあってはいけません。転居や結婚などで住所や氏名が変わったときは、できるだけ早く住所地の公安委員会に変更届を出してください。また、運転免許証には有効期間があります。新しく免許を取得した場合は、適正試験を受けた日の後の3回目の誕生日から1ヶ月が経過する日までが有効期間となります。でもそんなこと言われてもよくわからないので、免許証の表にはちゃんとわかりやすく有効期間満了日の日付が記載されています。それを見て確認するようにしましょう。もし有効期間が過ぎた状態で運転をしてしまうと無免許運転となってしまうので注意しましょう。また、この有効期間以降も引き続き免許を受けたい場合には、有効期間の満了日の2ヶ月前から満了日までの間で、免許センターなどで行う運転免許証の更新手続きを受けなければなりません。事前に更新案内のハガキが免許記載の住所に送られるので、それを見て詳細を確認しましょう。この更新期間での手続きを忘れてしまうと、せっかく取得した免許が失効となる可能性があるので、絶対に忘れないようにしましょう。
ちなみに更新期間の満了日に年齢が70歳以上になる方の場合は高齢者講習を受けることになります。また更新期間内に海外旅行や出産などが重なり、どうしても更新手続きができないとあらかじめ予想される場合は、更新期間前であっても特例で更新の申請ができます。その場合はパスポートや診断書などその理由を示す書類が必要になるので、免許センターなどで事前に確認しておきましょう。次は点数制度についてです。点数制度とは、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除するための処分制度です。内容としては、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して点数をつけ、その合計点数が一定の基準に達した場合に、運転免許の効力の停止や取り消しなどを行うものです。比較的軽微な内容には低い点数がつきますが、悪質重大な内容には応じて厳しい点数がつきます。ちなみに処分の前歴なしの場合、6点から一時的な免許の停止、15点から免許の取り消しになります。お世話にならないように安全運転でいきましょう。次は初心運転者期間制度についてです。普通免許、準中型免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許を取得してからの1年の間を初心運転者期間と言います。四輪車だと初心者マークをつけている期間ですね。この期間は交通事故や違反をする比率が高く危険なため、初心運転者に安全運転を意識づけをさせるために設けられています。またこの期間で違反などをして一定の基準に達した者には、初心運転者講習といういわば安全運転のための再教育のような講習を行います。もし初心運転者講習の対象となった場合には、講習の通知を受けた翌日から1ヶ月以内に講習を必ず受講するようにしてください。講習を受けなかった場合や講習後でも初心運転者期間内で再び違反などをして一定の基準に達した場合には免許の再試験が行われます。再試験に合格できなかった者は免許の取り消し処分を受けることとなります。また15点以上の重大な違反に関しては初心運転者期間制度は適用されず免許の取り消し処分となります。次に交通反則通告制度について説明します。交通反則通告制度とは、比較的軽い交通違反については反則金を納めれば刑事手続きをされず裁判の審判を受けないで事件が処理されるという制度です。一つ例を挙げて説明しますね。ついうっかり駐車違反をしてしまい検挙された人がいたとしましょう。うっかりでも駐車違反は立派な交通違反です。ということは法に反したわけなので、本来は裁判を受けることになりますが、駐車違反で裁判だなんて聞いたことがないですよね。それはこの交通反則通告制度によって、軽い違反は反則金さえ払えば裁判など刑事的な手続きはせず簡略的に処理されるようになっているからです。その際に交付される告知書を青切符と呼んだりします。名前だけなら聞いたことがある人もいるんじゃないでしょうか。違反をして青切符の告知内容に異議がなければ期日内に反則金を納めましょう。ただし無免許運転や酒気帯び運転、反則行為によって事故を起こした場合など危険性が高い場合はこの制度は適用外となり裁判所の審判を受けることになります。その際に交付される告知表を赤切符と呼びます。ピピーレッドカード退場って感じですね。皆さんは青切符も赤切符も縁のないドライバーになってください。では今回の動画のまとめです。1、免許を取得せずに運転をすると無免許運転。免許を取得したが紛失したり携帯し忘れたまま運転をすると免許証不携帯という違反になる。2、運転免許は第1種運転免許、第2種運転免許、仮運転免許の3種に区分される。3、免許によって運転できる自動車や原付の違いに気をつける。4、四輪車であれば車両総重量、最大積載量、乗車定員。二輪車であればエンジンの総排気量からの区分の違いに気をつける。5、仮免許で運転するときは仮免許証を携帯し、仮免許練習標識を車の前と後ろにつけ、その車を運転することのできる免許を3年以上受けている人などを助手席に乗せ、指導を受けながら運転する。6、免許証には有効期間があり、免許を引き続き受けるには、その有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間が満了する日までの更新期間の間で免許更新の手続きを受けなければならない。7、点数制度とは、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して点数をつけ、合計点数によって免許の停止、取り消し処分をする制度。8、普通免許などを取得してからの1年間は初心運転者期間といい、その期間内で違反をして点数が一定の基準を超えた人には初心運転者講習が行われる。9、交通反則通告制度とは、比較的軽い交通違反に関しては反則金を納めれば裁判にならず事件が処理される制度。
ただし無免許運転や酒気帯び運転など危険性が高い場合は制度の適用外となる。では最後に練習問題です。第1問。大型免許では大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付が運転できる。大型免許では大型特殊自動車は運転できません。大型特殊自動車を運転するには大型特殊免許が必要になります。第2問。仮免許を受けた人が練習のため運転するときは、その車を運転することのできる第1種免許を1年以上受けている人を運転席の横に乗せて指導を受けながら運転する。1年ではなく3年になります。仮免許で運転の練習をするときは他の条件も気をつけましょう。第3問。普通二輪免許で総排気量 550cc の二輪車を運転してはいけない。普通二輪免許では総排気量 400cc 以下の二輪までしか運転できません。400cc を超える場合は大型二輪免許が必要になります。400cc が二輪車の区分の境界線と覚えておきましょう。では今回の教習は以上となります。お疲れ様でした。このチャンネルでは現役の教習所教官による免許に関わる動画を配信しています。今回の動画が良ければ評価やコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。